ルールナンバー6、靴選びを気をつけるということですね。まあなんか当たり前のことかって思うんですけど、意外とこれねできてるようでできてなかったりするんですよね。で特に、まあ、例えばハワイとかのビーチで育ちましたとかも、まあ、周りでなんかねなんていうの芝生だらけのところで、育ってますっていうんであれば、まあ、別に何履いてもいいと思うんですよ。裸足でもいいですしね。ただやっぱりほとんどの今都市で住んでる人ってコンクリートのサーフィスなんですよ。まあ、アスファルトだったりコンクリートだったり、まあなんかハードサーフィスですよね。なのでやっぱ靴ってそのクッション性とかどうサポートしてるかってすごい大切になってくるんですよね。でまず第一にハイヒール、まあ、これ多分皆さん言われると思うんですけど、ハイヒールはやっぱりあまりというか全く体には優しくないので、できるだけ、避けるっていうのはまあ常識だと思うんですけど、まあここでちょっともう一回声を大きくさせていただきたいと。ハイヒールは避ける。で、まずハイヒールの問題っていうのはすごいこう、まあ、ヒールが上がってるわけじゃないですか。でヒールが上がるっていうことは重心が前に行きます。前に行くっていうか体を反りやすいんですね。まあ、そうすると腰への負担、その反った時の、腰への負担っていうのはやっぱすごいんですよね。まあなんか一部の人はなんか20倍ぐらいになると腰への負担がって言ったりはするんですけど、まあ、実際そうだと思うんですね。で前にこうグッと反っちゃうんでどうしてもコア筋が入りづらいです。まあ、そうするとなんか反っちゃってどこに負担かけるかって人体、関節なんですよね。であとはねヘルニアとかよく言われるような椎間板なんかにすごい負担をかけるわけですよね。なんで、まあ、一概にこの20倍っていうのは正しいかなとは思うんですけど、そのぐらいの差が出るんですよね。なのでまずハイヒールやっぱりちょっと気をつけましょうと。でもちろんねそのオケーションによって履かないといけないっていう時あると思うんですよ。パーティーだとか結婚式だとか、まあなんかその例えば仕事でお客様に会いに行く時にちゃんとフォーマルしたスーツとヒールを履いていかないといけない。わかるんですけど、それって実際どんだけの時間なんですかっていう話なんですよね。履き替えればいいんですと思うんですよ。別に履くなとは言わないです。できるだけ極力短くしましょうというだけなので、別に普段ね会社とか、行く時にわざわざヒールで行かなくてもいいじゃないですか。もう履き替えればいいよねって。でも今の時代ってやっぱり、わざわざフォーマルでカチッと固めてヒールが履いてなんか革靴履いて、でもまあ時代遅れかなって僕時代遅れだと思うんですけど、まあどうしてもそうしないといけない会社とかもあると思うんです。でもそうしないといけないオケーションだけそうすればいいだけであって、わざわざね会社にね家から歩いていくのにヒールの必要はありますかっていうことなんですよね。なんでできるだけ、ヒール避けた方がいいかなと。やっぱヒールってクッションもないんですよね。もうどうしてもそのガツンガツンガツンでもインパクトが直なんですよ。しかもインパクトが直がそのアーチとか関節とか筋肉で支えられないポジションに陥った状態でガンガンガンってくるんで非常に良くない。なんでできるだけ減らしてください。履くなとは言いません。もちろんそういうオケーションもありますし、そうやってねやっぱりこうすごく綺麗に見れるのは確かなので、そういう時はあると思うんです。ただ極力履かないように。もう一個加えるとですね、ハイヒールの怖いところってだ20代とか、まあ、10代とか20代、まあ、30代半ばぐらいまで大丈夫なんですよ。まあ、人間の体ねやっぱこう柔軟性、若ければ柔軟性とかがね何もしなくても結構ねあるんで、意外と体がなんとなくアジャストしてくれてたりなんとなく昇級してくれてたりするんですけど、でもその衝撃とかそのダメージの蓄積ってやっぱ起きてるんですよ。で僕が思うになんかもう至って思うのは40代半ばぐらいから突然なんか腰が痛くなりましたとか、ね、いやもうなんか最近ハイヒール履くと腰が痛くてとか大抵言い出すのがそのあたりなんで40代半ばぐらいかな40代ぐらいかな。でまあ年齢だけではないですけれどもそんだけ蓄積されてるんですよね。だから若い時に何でもない私全然、ね、ヒール履いてても問題ないよっていう人でもいやいやいやちょっと40代ぐらいになるとちょっと怖いよっていうのが本音なんです。でやっぱりそれってねいろんな人を見させてもらうとやっぱそういう傾向が非常に強い、なので繰り返しになりますけど極力避けるように。ではどんな靴を選べばいいか、まあ簡単に言うとスニーカーを選べばいいと思うんですけど、まあ常にスニーカーって履けないじゃないですかね。やっ
ぱりこう状況もありますし、会社にスニーカー、移動中ならいいと思うんですけど、会社の中までスニーカーなんかちょっと抵抗あるよねという人もいると思うんですよね。でもスニーカーの話をまずさせていただきます。っていうのは、スニーカー選びがどんなシューズを選ぶときにも役立つからだと思うんですね。でまずどんなカンパニーでもですね、例えばアシックスさん、ニューバランスさん、ナイキさん、いろいろあると思うんですけど、その中で各メーカーさんいろんなブランドを出してるじゃないですか。でブランドを出してるっていうのはただ単に値段とか色とかデザインを変えてるだけじゃないんですよね。やっぱ機能的なものを考えていろんなブランドを出してるんですね。なんで、大きく分けると、例えばフレキシブルなシューズ、サポーティブなシューズ、ニュートラルなシューズって、これ多分3つぐらいは大抵持ってるんですけど、で自分の足の機能をまず知って、どんな靴が必要なのかっていうのをまず把握しないといけないんです。でここではごめんなさい、詳しい話はできないんですけど、分かんなければ、例えばシューストアの専門店とかランニングシューズの専門店なんか行けば、中に、やっぱり賢い店員さんとかすごい知識がある店員さんいると思うんですね。で自分の足の機能とちょっと測ってもらって、あなたの足はこうだから、いやあなたはサポーティブなシューズが必要です、いやあなたの足はどうしてもこうね、すごい高高でアーチですごい硬い足をしてるんで、ちょっとフレキシブルの靴が合うと思うんですとか、いろいろ言ってくれると思うんですね。そういうのをもとに、自分の足こうなんだね、じゃあこういうシューズが僕には合う、私には合うっていうのをまず知ってもらうのが第一ステップだと思います。で、その上で、色とか形とか選んでもらえばいいのかなと思います。で、いろいろそういう機能的な話もあるんですけど、一番やってほしくないのは、まず自分に合わない靴を履くっていうのは一番良くないです。例えばですね、簡単な話をすると、外反母趾がひどいのに、そういう機能が合ってたりとか、色がかっこいいとか、デザインがかっこいいで、選んでしまって、でもすごい外反母趾とか当たって痛いとか、爪が当たって痛いとか、それやっちゃいけません。それ一番やっちゃいけないことなんで、まず自分の足にあって、まずカンフォータブルに履けるかどうかって、それ第一条件ですよね。普通に常識的なところだと思うんですけど、まずそこをちゃんとやってもらって、次にやっぱクッション性がしっかりある、特にね、大都会とか歩いてるとみんなコンクリートじゃないですか。コンクリートアスファルトなんで、そういう上を歩くときに、ある程度クッション、靴の中にクッション性があった方が体への衝撃が少ないので、やっぱクッション性っていうのも大切になってきます。でもう一つは、僕はね、結構ヒールカップってかかとをグッとちゃんとホールドしてくれる靴が好きなんですけれども、理由はここでは説明しないですけど、そういったちゃんとかかとをちゃんとホールドしてくれる靴をちゃんと選ぶっていうのが、選ぶ条件にしてもらえればいいのかなと思います。詳しいその足の機能に対してこういう靴が合うとかいうのは、お店の店員さんとか、直接私に聞いていただければちゃんとアセスして、こういう靴が合うんじゃないですかっていうサジェッションはしますけれども、ここでね、皆さんにどういう靴がっていうのはちょっと無理なので、こんぐらいざっくりしたリコメンデーションにさせてもらいたいんですけれども、ルールナンバー7、水分補給をしっかり行う。で、脱水症状って意外といろんな人を起こしてるんですね。脱水症状って決してスポーツしてる人に起こることではなくて、普通に街中歩いてる人で脱水症状の人も山ほどいます。なので、水分補給っていうのをやっぱちょっとしっかり考えてほしいんですね。で、人間の体って 60% が水分でできてると言われてるんですよ。でやっぱりこう水分でできてるのに水分を摂取しないってやっぱすごい問題だと思うんですよね。もし例えばですけど、あれ今日トイレ行ってないなとか、あれなんかこう水飲んだの最後いつだっけみたいな人多いと思うんです。それすごく気をつけてほしいんですね。で、ディハイドレーションって細胞の水分脱水症状なんですよね。で細胞内の、水分がどんどんなくなっていくと、何が起きるかって言ったら、組織自体がすごくこう乾いた状態になるわけじゃないですか。でラバーバンドなんかもそうですけど、なんかほったらかしにしてでもカピカピになって乾燥しちゃったラバーバンドですぐプチっていくじゃないですか。それと一緒でやっぱり、脱水症状、ディハイドレーションを起こした組織ってどんどん硬くなって、カサカサになって、こっちの言葉で言うとブリトルっていう言葉をよく使いますけど、すごいフラジャイルになってくるんですね。こう壊れやすい。なんでちょっとしたことでプチっていっちゃったりとか、ちょっとしたことでなんかこう怪我しちゃったりとかダメージを食らっちゃったりするわけですよね。それは関節でも人体でも腱でも筋肉でも同じことが言えます。
なので、常にやっぱハイドレーションを保つっていうのはすごく大切なことです。さっき言ったように人間の方は 60% お水ですから、ちゃんとお水を取る。でここで皆さん大きく勘違いしてるのは、利尿作用がある、液体を飲んで、水分補給だと思っている人はあまりにも多すぎる。例を挙げるとコーヒーなんかもそうですし、お茶もそうですよね。カフェイン系、またアルコール系、お酒系もそうですし、また最近でね流行ってるエナジードリンクなんかもまさしくそうですよね。ああいった、カフェインがすごい入ってる、シュガーがすごい入ってる、アルコールがすごい入ってるっていうのは基本的に細胞からどんどん水分を奪っていくんですよね。飲めば飲むほど細胞から水分を奪っていくっていうような状況に陥るので、飲んでる、私いや全然飲んでます、お茶いっぱい飲んでます、コーヒー1日5杯6杯飲みます。いや、それは水分補給になってないので気をつけてください。水分補給っていう時は必ずお水か、薄めたスポーツドリンクなんかでもいいと思うんですけど、それからね、スポーツやってる人だったらちょっとお塩入れて飲むとかもやりますけれども、必ず水分補給のための水分を取ってください。コーヒーとかカフェインが多いお茶とかは水分補給になってないので気をつけてください。アルコールもエナジードリンクもそうなので、そこだ気をつけて、ください。で、1日ね、19歳以上の水分補給のリコメンデーションが131、男の人だったら131オンス、ちょっとオンスの意味が分かんないんですけども、3リットル以上ではっきり言うと、で女性だと、95オンスなんですね。それも2.5リットル以上なのかな。ちょっとすいません、コンバージョンが分かんないんですけど、結構な水分量ですよね。ただ単にお水だけじゃなくてもいいと思うんですけど、スープ飲んだりとか、食事の中の水分とか、そういうのも含めてなんですけれども、結構な量ですよね。なのでそのぐらいの水分を毎日ちゃんと細かく飲んでいきましょうというのを心がけていくと、やっぱ細胞も潤うし、いいと思います。怪我も少なくなるので、これが、ルールナンバー7です。7です。